ちょっと読みますね。参加の目的を入力ください。発達障害のある息子への関わり方、接し方、対応の仕方、体の症状、生まれつき筋肉がつきにくい側腕症、写真の改善、診断された病気があるのをお書きください。発達したい。どんな症状ですか？指摘障害、話せる言葉数が少ない。自分から考えて会話ができない。筋肉のつきが遅いっていう部分がいいで、結局自分で思うように動けないもんですから、周りに人がいてもバタバタバタってきてこう自分は何もできないってこう萎縮してしまうっていうか、で顔の表情なんかも昔は目がこうクリッとしてたんですけども、結局筋肉がないので昔の写真があるんですけど、垂れ下がってきちゃってて、ああ、だいぶ違いますよね。で特に感じるのはこのまぶたのところが落ちてきちゃってて、こう視野が狭くなってるのかなと思って。この方がしっかりしてますよね。やっぱり昔の方が表情もあったんです。そうですよね。今こうだらんという感じになっちゃってまずどっから関わるかですよね。その人はダイレクトに脳に揺らぎが 30% 入るんですよ。あとは体中の指骨から 70% 入ってくるんですよ。彼はダイレクトに 30% 入ってます。指骨が入ってないんですよ。ほとんど入ってないんです。だから指骨が機能してないんだ。指骨が機能してないわけ。それ浮きと関係あるんですか？関係ありますよね。最初の東京のワークショップ行った時に先生が浮き沈みで浮きがあるので、こうやっぱり地に足がついてないと筋肉のつきも、それはありますよね。それは今でもやってますよね。シールはやってる。シールはつけて今は貼ってないですけども、在庫があった時はつけてました。それはずっとやった方がいいですよね。今は浮いてますよね。浮き。今現在は浮きはないですよ。今は指骨が機能してますよね。今はだから指骨から入ってきてますよ。だから地に足つけてればだから揺らぎは入ってきますよ。だから普段浮いてるから入ってきてないっていう状態ですね。今シールを貼って、もうそれずっと切らしちゃダメですよね。この時には1割入ってたって確か赤ちゃんの時はダイレクトは全部3割入ってますよ。指骨が赤ちゃんの時に入ってない。途中で1割入ってきて、それが5年ぐらい前にそれがなくなってる。最初からちょっと浮いてたかもしれないですね。噛み合わせはどうですか？噛み合わせは良くない。いいっていう。こう下がちょっと前出てますね。化学前突があるね。化学前突で1、2、3だって。上顎はいいと。化学を下げよう。化学下げればちょっと乱暴が変わるわけですね。ちっちゃい頃に下唇を噛む癖があって、それでちょっと
噛み合わせが悪くなってきちゃう。いや、そうじゃなくて、体が前に出るような体の状態になってるから、それがどうしても意識したり、気になったりすると、そういうふうなことやるんですよ。だから、完全からそうなったんじゃなくて、で、顔見ててね。3分4分かかります。まず肉体的なことから言って、それがどういうふうに効果というかが現れるかを知りたいですよね。それが脳の情報をどのぐらい見てるかということにつながるし、これは YouTube で見ました。顎のはい、見ました。これ見てどうですか？ちょっと下がってきました。ここのすごい平らだったんだけど、角度が出てきた気がします。どう？変わってる感じします。ここにもなんか気になるのかな。口動かする。これが顎につながっているんだという本人は分かってないですからね。それで気になると思いますね。これ見てて手離しますよ。はい。ちょっと痛かったかな、長いから。ちょっと出てきたかな。そうですね。ここは平らになっちゃいますね。なっちゃったですね。はい。今の状態で下げればいいですよね。これを石でやれば下がってきますよ。それと彼は鼻で呼吸できてますね。多分できてない。できてないでしょ。ずっと口開けてますね。そうでしょ。でいびきもすごい。彼はその口呼吸の人、鼻で呼吸できない人は上顎の問題っていう人も結構いるんですけど、彼は下顎ですね。下顎前突で鼻呼吸できないんだって。下顎を下げれば、鼻で呼吸できるって、そうすると違ってくると思うね。そうなんだ。寝るときもうつ伏せで寝た方がいいんですね。こう上向いて寝た方が安いような気がするんですけど、すぐうつ伏せになってしまって。うつ伏せになってしまう。楽しくないかな。それはだから行外仰向けの16バランス軸の常ですね。行外の16バランス軸は後頭骨は1で仙骨が9だって。仙骨は左3番を、後頭骨と仙骨でできる16バランス軸はやっぱり今意識したってこと？そうですね。そうですよね。多分気になってはいたと思います。そうなんですね。今全然やらないよね。まあ、変な感じだったんなんでかちょっと違ったのね。気になったね。意欲はどうなんですか？何に対してもちょっと興味を示さないので、なかなかやってくれることがなくて、こう協調性とか、あるいはみんなと同じようにできてるとか、自分もみんなと同じようにできるんだということが意欲としてのきっかけになるかもしれないですよね。この頃少しずつなんですけど、こう
学校とかでもだいぶ喋れるようになってきてて、今まではもう家でしかほとんど話さないし、自分の意思っていうものは出さなかったんですけど、この頃は学校でもなんか嫌な時は嫌って言えるように5年ぐらい続いてるって。だから今14だとしたら今9歳ぐらいですよ。だから感覚的には9歳ぐらい、5年ぐらいずれてるというふうな感覚で付き合えば、小学校の今3年生、2年、3年生ぐらい、そのぐらいのレベルがあるってあるって。だからそのつもりで会話すれば乗ってくるって。あんまり子供扱いしてると良くないってそんなことないって。だから子供扱いしてると思わないで、だから人には発達の段階がリズムがあるじゃないですか。その人によっては1年365日が1年と、もう多くの場合そうですけど、人によってはその3倍ぐらいが1年と、こう脳の発達っていうかっていう人もいるんで、だから3年で1年っていう人もいればいろいろ違うので、彼がその結果5年ぐらいずれてるんだって。だから言葉扱いするんじゃなくて、そういう脳がそういう状態だから、だから彼に合わせて付き合った方がいいですよ。だから決して子供扱いじゃないんだって。彼の脳が今だから9歳だから、その成長なんです。そういうふうに親の方が切り替えた方がスムーズだと思いますよ。だから、彼の体格とか実際の生きてきた年齢で振り回されないで、それは教育と一緒だから、あくまで本人の脳だから、本人の脳は今だから9歳。今でも甘えてくるのは、こう甘えさせてあげればいい、そう、もう9歳だと思えばいいわけであって、それは中学生高校生が甘えてくるという考えると変だなと思うけども、今10歳だから11歳だからと考えれば、彼の場合は11歳で甘えてこなくて離れるって、だからあと1年2年3年4年5年ですよ。だから実際はだからあと3つだけど5年かかるって。5年かかると20歳ぐらいだけど、それが彼にとってはだから11歳なんだって。そうすると自然に離れて、だから普通の人の3分の1だって、こう成長は、だから成長がゆっくりだということ。いろんなタイプがあるんであって、だから普通みんなはこうだというふうに考えないことですよ。彼向きに考えることですよ。周りがどんどんついてくれてないから、どんどん先に行っちゃうもんだから、置いてくぼり来るわけでしょ。だから自信がないわけじゃなくて、だからずれですよ。だから親が考えてる、周りが考えてることと自分とが違ってくるわけですよ。だんだん置いてきぼり来る、そっちなんだって。どうもそう言われてみると、でもこの子なりにゆっくりでも成長してくれれば、そうですよ、だから人の役に立つことをしたい、求められ